今回は相矢倉戦において、どのように攻めの形を作っていくかということを、見てみたいと思います。今、画面のようにこのように、お互いに矢倉に組んでるんですけれども、もう矢倉には組み終わりましたので、ここから、攻めの形を、作っていくことになります。以前、解説しましたが、攻めの形はですね、飛車角銀桂香ですね。はい、飛車角、この銀ですね。で、この桂とこの香ですね。はい。を使って攻めるのが、基本的には良いというふうに言われています。はい。ではですね、まず一つは、4六銀3七桂戦法っていうのはですね、4六銀戦法でもいいですけれども、よく指されます。ちょっと先手の方の指し手だけ動かしますと、歩をついて銀を上がって、こうですね。はい。銀を上がって、桂を跳ねると。で、こういうような感じですね。端歩をついていって、飛車を寄ると。はい。で、ここにですね、飛車を寄る意味としましては、次に、えー桂馬を跳ねて、銀を上がって歩をついて、このですね3五の地点からこう攻めていこうという、えーその、攻撃パターンですね。はい、この場合ですと飛車がここに効いてますね。はい、で銀もここに効いていますし、角もこうですね斜めに効いてますのでこの3五の地点に飛車角銀で攻めているという状態になりますので、非常にこう駒が効いていまして、攻めやすい形となっています。このような感じでこう攻めていくと。はい、これが4六銀3七桂型の、一つのコンセプトですね。あとはですね、4七銀3七桂型というのもあります。こうですね。はい。こういった形に組みまして、次に歩をついて取って同桂で銀を上がって、銀を上がってと。はい、で次にこう3五歩からこう攻めていくっていうような、そういった攻めのパターンも、考えられます。はい、これが、4七銀3七桂型ですね。はい、と言われる形ですね。はい、4七に、銀がいまして、3七の地点に桂がいますので、もうシンプルに4七銀3七桂型と言われます。あとはですね、有名なこう棒銀っていう攻め方もありますね。はい、こうですね。銀を、ここからこう銀をこうニョキニョキとこう上がっていって、こう、これは非常にこうシンプルな攻め方でして、銀を上がっていきまして、歩をついて、同歩、同銀と。はい、これは、飛車角銀の攻めですね。はい、この飛車とこの角ですね。こうですね。この2、4の地点を攻めるという、そういった、攻め方ですね。この棒銀は取って、で、こうですね。同飛車と取りまして、歩を受けさせて飛車を引くと。はい。こうすることによって、攻めの銀ですね。攻めの銀と、これですね。はい。守りの銀。もともとこの3、3の地点にいた銀と、この、攻めですね。この4、8であったり、銀はこういう風にして上がってきましたので、はい。3、8からですか。3、8から上がってきましたので、の攻めの銀が交換になったということで、基本的に攻めの銀と守りの銀の交換は、攻めてる側が少しこう有利だというような、風には言われています。その状況にもよるんですけれども、棒銀のこの攻め方としてはこういった感じになります。はい、あとはですね、端端から攻めていくという指し方もありますね。例えばこのように組みまして、はい、これで、端ですね。端を攻めていくと。今角はここに効いてますね。はい、でこの香車飛車がここですね。はい、ここを攻めていくと。でさらに桂馬をここの2、5の地点ですね。はい、ここに飛べばここの1筋を攻めることができるということで、この4、8の銀は今は攻めには使ってないんですけれども、ただ飛車角桂香ですね、はい、の4枚でこの1、3のここの地点を攻めていくという、
まあ、そういった攻め方もあります。これはスズメ指しと言われる攻め方ですね。はい。まあ、この1、3の地点に一点集中して攻めていこうというところですね。で今これ飛車角桂香で攻めてますので、相手の王様は、相手の、王様はですね、こうですね、はい。王様が1、3の地点守ってますし、桂馬も1、3の地点、香車も1、3の地点なんですけども、3枚なんですよね。ということで、飛車角桂香で4枚で攻めてますので、1、3の地点は突破、今の状態だとできるんですけれども、ただ、銀がですね、ここに上がって、4枚目を1、3の地点に、守り駒としてこう加えます。ここですね、1、3の地点に駒が効いてます。ということで、まあ、このようにして、後手の矢倉側は受けたりするのがこうよく見られますね、このスズメ指しに対して。はい。まあ、それでもまあ4対4ですので、まあ、そこからこう攻めて、1、3の地点から攻めていくっていうような、はい、指し方はあります。はい、これはスズメ指しと呼ばれます。あとはですね、まだ矢倉に組む前に、このような形があったとしますね。まあ、少し戻しますか。こういうような形の時に、歩を突いて、例えば歩を突いて、銀を上がって、まあ、角を上がったりしますね。で、この時に、3五歩と突いてですね、同歩、同角と、この歩を交換しながら、この角を飛び出します。で、まあ、ちょっと先手の手を進めますと、王様をこう入場させますね。まあ、後手もこう入場させたとします。はい。で、この後ですね、この後先手はどのように攻撃陣を作っていくかと言いますと、銀を上がって角を引いてですね、で、まあ、後手もまあ、例えばですけど、このような感じで組んできたとします。で、先手は、こうですね、はい。で、まあ、この3、4の地点が空いてますので、まあ、後手はどっかでこう受けたりするんですけども、はい、こういうような形のを作ります。で、これは、飛車角銀桂香の攻めになってるんですね。はい。の、まあ、攻撃の布陣ですね。この角がここに効いてます。で、飛車もここですね。はい。で、銀もこちら側ですね。で、桂もどっかで2五桂で跳ねる筋。あるいは今、この端歩を付き合ってますので、香車がこの端から攻めていくような筋もありますので、飛車角銀桂香で、相手陣を攻略することを目指している、まあ、そういった攻撃の布陣ですね。はい、でこの形は矢倉戦の中で、まあ、理想的な形というふうに、言われたりします。先手のこの攻撃陣ですね。はい。次の攻撃の仕方としましては、歩を突いていくんですね。で、同歩と取ると、これ2五歩と打って、まあ、これ継ぎ歩攻めという攻め方なんですけれども、まあ、歩を捨てることによって、より攻撃がこう増してくるんですね。はい。同桂で、今銀取りになってますので、銀を逃げて、歩を打って、まあ、こういった感じで攻めていくと。はい。で、まあ、こうですね、歩を突いた時に同銀と取りますと、銀をぶつけていくと。で、取って取ると。はい、これでまた、攻めの銀と守りの銀が公開になりましたね。で、こうなると少し、攻めてる側が、まあ、得だというふうに、言われます。はい、で、この後、まあ、桂を飛びましたので、ここですね、はい、飛びましたので、桂はここの地点と、はい、ここの地点に効いてます。で、角はここの地点にこう効いてますね。で、香車がやはりここの1筋からのこの攻めに参加できそうなので、はい、この辺りを組み合わせて攻めていったりしますね。まあ、例えば端歩を突いて、歩を打って、あるいはこっち側に歩を打って、同桂と取らせて、まあ、香車走りとか、まあ、ちょっと難しくなるんですけれども、まあ、ちょっとまあ成功例だけちょっと上げますと、角をなってですね、はい、桂馬を、こちら側ですね、はい、ここにいた桂馬をこちら側に逃がして、この1、3の地点の守りを薄くしておいて、香車を走って取らせて、ここに角をなるっていうような、まあ、そういったこう攻め方もあります。はい、まあ、こうなるともう将棋はおしまいですね。これで、王様は詰みという状態になります。はい。
ということで、この辺りのこの攻めのパターンを、今5つぐらい挙げましたけれども、いろいろとこう組み合わせて使っていくと非常にこう効果的になりますね。相手の陣形を見ながら、この陣形に対してはこの攻め方がいいんではないかとか、そういうところを考えながら、攻撃パターンを作っていくと、非常に楽しいのではないかと思います。